1時間かかっていた資料作りが5分で終わるようになった話ですの。5分、12分の1になってしまったのだ。すごいのだ。この動画を見れば資料作りを任せる仕組みが丸ごとわかりますわ。それは一体どこの会社での話なのだ？昨日2026年8月10日、オープン AI が導入事例を公開しましたの。一体どんな仕事をやらせているのだ？金融の資料ですわ。編集できるスライドと表計算を丸ごと作らせてますの。見た目だけじゃなくて中身まで作るのだ。数字も出典もつながった状態で出しますの。しかも評価の数字付きですわ。ちゃんと数字で比べてるのだ。それは信用できるのだ。そもそも資料作りの何がそんなに大変なのだ？分析そのものより実は最後の仕上げの方が重いんですの。その仕上げって具体的には何をするのだ？根拠の付き合わせ、書式の整形、全数字の検算、出典の紐付けですわ。どれも地味に時間を食ってしまうやつばかりなのだ。しかも出す先が客先や経営陣なのであらが許されませんの。数字を一つ間違えただけで信用が飛んでしまうのだ。その上、渡した後に編集できる形でないと使えませんわ。画像で貼っただけではダメということなのだな。表もグラフも後から触れる形が求められますの。その面倒な最後のところだけ任せたいのだ。そこを最後の1マイルと呼んで、そこだけを狙い撃ちしていますわ。分析そのものはもう任せられているのだ。そちらは前から得意でしたの。詰まっていたのは最後の形にするところですわ。それを作った会社はどんな人たちなのだ？2度の売却を経た兄弟が自分たちのために作った道具が元ですの。その仕組みは一体どうなっているのだ？真ん中に1体だけ段取りを組む係がいますの。その係は一体何をしているのだ？計画、道具の選択、根拠の付き合わせ、そして計算ですわ。思ったよりいろいろとやっているのだな。面白いのは工程ごとに向いたモデルへ振り分ける点ですの。全部を一つのモデルに任せるわけではないのだな。得意なところに回した方が早くて安く済みますわ。資料そのものは一体誰が作るのだ？自社の書類道具ですわ。編集できる形式で出典もたどれますの。出典までたどれるというのはかなり心強いのだ。もう一つの売りが場所を選ばないという設計ですわ。場所を選ばないってどういうことなのだ？メールで始めて事務ソフトの中で続けられますの。説明し直し不要ですわ。同じ話を二度しなくていいということなのだな。そこが地味に効きますの。人が説明する時間も立派な仕事ですから。では数字を見ますわ。まずはスライドの評価ですの。その評価は一体どうやって測っているのだ？依頼文から調べ物、計算、そして出来上がりまでを通しで採点しますわ。途中だけでなく通しで測るのが大事なのだな。数百本分の資料を実際に作らせて細かい採点表で見ていますの。それで肝心の結果はどうだったのだ？まずファイルが最後までできた割合が 100% ですわ。一度も途中で落ちなかったということなのだ。比べた相手の方は 76%、ここで24点の差ですの。4本に1本は失敗していたということなのだな。もう一つがそのまま人の確認に回せる割合ですわ。手直しなしでそのまま渡せるかどうかなのだ。43.3% 対 26.7% ですの。16.6 点もはっきり差がついているのだ。並び方の分かりやすさと体裁の揃い方でも上でしたわ。見た目まではっきり良くなっているのだな。ただ正直に言うと負けている項目もありますの。全部の項目で勝ちではないのだ。図の見やすさと配置の点数のところは少し下でしたわ。そこはまだ苦手な分野ということなのだ。あと1本あたりの消費量も相手より多いんですの。節約が売りじゃなかったのだ。比べる相手によりますわ。別のモデルとは 21% 少ないですの。相手を変えると勝ち負けも変わってしまうのだな。
ここが読み方の肝ですわ。一つの数字で決めてはいけませんの。都合のいい相手だけ出すという手もあるのだ。だから比較表は負けの列まで見る癖をつけてくださいまし。負けている列こそ大事なのだな。今回の表は負けもきちんと載せてますの。そこは誠実だと思いますわ。図が苦手ならそこはどうするのだ。図の多い資料は別のモデルに回すという手が使えますわ。隠さないところは素直に信用できるのだ。表計算の方はどんな結果だったのだ。こちらは消費量が 36% も少ないというのが目玉ですわ。3分の1以上も消費量が減っているのだ。所要時間も少し短いですの。7分対7分半ですわ。そこについてはほとんど互角なのだ。主要な数字の正しさもほぼ同点ですわ。じゃあ負けているところはもうないのだ。全部の項目が正解だった割合は10点ほど下でしたの。そこはちゃんと言っておくべきなのだ。ああ、前にフクロウの首の話をしましたわよね。あれから鳥を調べる癖が。メタン、今度は一体何を調べたのだ。ペンギンの膝、実は体の中に隠れているんですのよ。あの短い足はどうなっているのだ。外に見えているのはほぼ足首から先の部分だけらしいですわ。見えている部分だけが全部ではなかったのだ。表の数字も同じですわ。見えている一項が全部ではありませんの。実際の現場ではどれくらい聞いたのだ。ある運用会社では1時間かかっていた資料が5分になりましたわ。12分の1なのだ。ちょっと信じられないのだ。特注の要約資料ですの。毎回手で組み直していたものですわ。毎回やる仕事ほど効きが大きくなるものなのだ。量の方も強くて10万行を超える資料室を一度で処理しましたの。10万行？人間なら何日かかるかわからないのだ。しかも数百のファイルをまとめて1回で通してしまいますわ。人が読むだけで日が暮れてしまうやつなのだ。人の仕事は前提の見直しと伝え方の判断によりますの。作り直す時間が判断の時間になるのだな。そこが一番の変化ですわ。組み立て直す作業から解放されますの。次は仕掛けの中身。ここが山場ですわ。作らせたくなったらいいねを。任せられない仕事もあるのだ。毎回ゼロから考える資料はまだ人の方が向いてますわ。山場の前に先に押しておくのだ。その仕掛けは一体どうなっているのだ。必要になった時だけ道具箱を読み込ませる作りですの。最初から全部持たせておかないのだ。持たせると迷いますわ。選択肢が多いほど外しやすくなりますの。人間も同じなのだ。多すぎると選べなくなるのだ。道具箱は3種類。外部データ、書類の編集、そして計算の実行ですわ。計算の実行のところまで任せてしまうのだな。表計算では底がようになりますの。他にも何か工夫はあるのだ。最初の依頼文を最後まで手元に置き続けますわ。途中で目的を見失わずに済むのだな。そしてもう一つ、全ページを目で見直してから返しますの。目で見直すというのはどういうことなのだ。出来上がった画面を自分で確認させる工程ですわ。図が潰れていないかとかを見るのだな。作りっぱなしにしないのが通る資料の条件ですの。この形にはどうやってたどり着いたのだ。作った会社と提供する側で現地に集まって詰めたそうですわ。その場では一体何を見ていたというのだ。どう段取りを組むか、どの道具を選ぶか、文脈をどう保つかですの。うまくいかないところを直接目で見たのだな。そこから指示文と道具箱を読む時期を直しましたわ。読み込む時期まで細かく調整するのだ。早すぎると邪魔になり、遅すぎると手が止まりますの。そこはやってみないとわからないのだ。この地道な観察こそが最後に数字の差を作りますわ。モデルを新しくするだけでは足りないのだな。そこが今日一番伝えたいところですの。周りの作りが効きますわ。観察ってどこから始めればいいのだ。失敗した回だけ手順を最初から追い直すのが近道ですわ。それならうちでも真似できそうなのだ。観察して直す、
それだけなら規模に関係なくできますわ。この先はどうなっていくのだ？出来上がりが画面の中で生き続ける形へと向かっていますわ。その生き続けるというのはどういうことなのだ？元のデータとつながったまま中身がずっと更新され続けますの。配った資料が勝手に新しくなってしまうのだ。更新を続けるか、ある時点で止めるか選べる作りですわ。止められるというのは結構大事なのだ。読む側は数字をたどって元の計算まで見に行けますの。その場ですぐ根拠を確かめられるのだな。しかも同じ画面で相棒に質問することもできますわ。資料そのものが対話できる形になるのだ。創業者の言葉が印象的ですの。事務ソフトは手作業の時代の設計だと。今の資料の形はなくなってしまうのだ。すぐには消えませんわ。ただ主役ではなくなるかもしれませんの。その前提そのものが変わってしまったのだな。だから道具の側もこれから変わっていきますわ。今日の要点は3つ。最後の1マイル、負けも見る、周りの作りですわ。モデルの性能だけの話ではなかったのだ。元ネタはオープン AI が出した導入事例の記事ですわ。概要欄にリンクがあるのだ。数字の表も自分で見られるのだ。明日からのおすすめは毎回作る資料を一つ選ぶことですわ。毎回作るやつを選ぶというところが肝なのだ。次にその資料の合格条件を3行で書き出してくださいまし。合格の条件を先に決めておくということなのだな。最後に出来上がりを自分で見直す工程を必ず挟みますの。皆さんの職場で1時間かかる資料は何ですか？コメントで教えてくださいまし。僕は月末の集計表なのだ。毎回かなり辛いのだ。私は議事録ですわ。入りきらない評価表の話は概要欄の X で。本日もご視聴ありがとうございましたわ。面白かったらチャンネル登録お願いするのだ。また次回お会いしましょうわ。バイバイなのだ。